こんにちは、アリスです。今日は来年2026年の手帳会議をしたいと思います。来年を前に新しい手帳の使い方を試しているので、今日はそのお話をしたいと思います。それでは始めましょう。それでは来年2026年の手帳会議をしたいと思います。ここ4年ほど一冊のノートに全部をまとめる一元化というスタイルに落ち着いていたんですが、最近このやり方を大きく見直すことにしました。これが私が今年使っているニトムズの365デイズノートの A6 サイズです。この手帳でバレットジャーナルを続けてきました。中身を自由に作れるのはもちろん、この閉じノートという形が何よりも好きだったんです。手に持った時の感触やページをめくる時の感じがしっくりくるんですよね。私がバレットジャーナルを始めたのは4年前。それまでいろいろな手帳を試してきて、最終的にこの一冊にまとめるというスタイルにたどり着いたんです。なぜこのスタイルに惹かれたかというと、頭の中のいろんなことを整理して、自分がやるべきことや考えていることを一目でわかるようにしたかったからでした。書くことが大好きなので、このノートに自分の人生が詰まっていくのが本当に楽しくて、でも続けているうちにある問題に直面しました。それは毎年同じ情報を書き写す手間です。これってきっとバレットジャーナルをしている人ならみんな一度は感じる悩みだと思います。例えばお気に入りのレシピやこれまで記録してきた食事や筋トレのメニュー、YouTube の企画案など、来年以降もずっと残しておきたい大切な情報を毎年新しいノートに書き写すのが正直すごく大変で、せっかく丁寧に書いたのに古いノートのままだと探すのも面倒になってしまって、この大切な記録をもっと大切に残したいと思ったんです。そこでこの悩みを解決するために、バレットジャーナルはそのままで手帳を役割ごとに分けるという方法を試すことにしました。1、日々使いのノート。今まで使っていたノートは引き続き日々使いのノートとして365デイズノートでバレットジャーナルをします。毎日思いついたことや簡単な予定、メモなどどんどん流れていく情報を書き込む役割ですね。2、特定のテーマの補完手帳。そして新しく特定のテーマの補完手帳を導入することにしました。特定のテーマの補完手帳は来年以降も繰り返し使いたい情報だけをまとめて一生ものの記録として育てていきたいなと思っています。特定のテーマの補完手帳にまとめる情報は YouTube の企画、家計簿、家事管理、食事と筋トレの記録、趣味のログとリストです。バレットジャーナルでは特定のテーマについてもコレクションの一つとして簡単に書いていこうと思います。 YouTube の企画や家事管理は後からページを入れ替えたり増やしたりできた方が便利だなと思ったので、システム手帳を試すことにしました。サイズは英語にしました。 A6 も大好きなんですが、英語サイズの方が書くスペースが広いので、家計簿のようにたくさん書き込みたい内容にも向いているかなと思います。次に食事と筋トレの記録については10年日記を導入することにしました。季節の献立や行事食、行動や健康について長期的に記録したいなと思っていて、これしかないと思えたんです。来年を待たずにすぐ試したかったのですぐ購入しました。もう来年の手帳が出回っている時期なので、今年から始められる10年日記を探すのに苦労したんですよ。やっとメルカリで見つけて嬉しくてすぐに買ってしまいました。趣味の記録はこちらはサイズを迷ったのですが、英語のシステム手帳で試してみようと思います。他の項目とまとめて管理した方が使いやすそうだと思ったからです。これらの新しい手帳たち、実はもう試し始めているんです。
2026年のワレットジャーナルを本格的に作る頃までじっくりと使ってみてどんな感じか試してみたいと思います。このお試し期間の結果次第で来年の手帳ラインナップが決まるというわけです。このように私の手帳は3冊構成になりました。それぞれの役割を説明しますね。365 Days ノート。まずこの365 Days ノートはこれまで通り毎日のスケジュールやメモ、その日の気分など流動的な情報を書き留めておく行動ログの役割です。すべてのアクションの入り口、つまり玄関のような存在です。システム手帳。次にこのシステム手帳は家計簿や YouTube の企画、レシピなど後から情報を足したり引いたりしたい特定のテーマをまとめる簿簡です。家の中にあるいつでも見られる書庫のような役割ですね。そしてこの10年日記は日々の行動や献立、筋トレを書き留めることで長期的な変化を記録するログです。これは自分の心や体の健康を記録する大切な宝物のような存在です。この3冊でこれまでの一元化はそのままにより詳細な情報をそれぞれの手帳に記入するスタイルに挑戦してみます。それぞれの魅力や使い勝手を実際に試しながら見極めていきたいと思っています。正直なところ今まで1冊で済ませていたので複数冊を管理できるかちょっと心配な気持ちもあります。でもこれは将来の自分のためのワクワクする挑戦だと思っています。この手帳の分冊化が成功するかどうか、よかったら皆さんも一緒に見守っていただけると嬉しいです。この動画が手帳のことで悩んでいる方の参考になったら嬉しいです。皆さんはどんな手帳の使い方をされていますか？ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリスでした。